こんにちは、しきこです。このチャンネルでは少ないものでおしゃれに生きるをテーマにお送りしています。今日のテーマはミニマリスト流服を減らして気づいた8つの良いことというテーマでお送りしていきます。第1、服を大切にするようになったです。以前も服自体は大切に扱っていたのですが、冬服が12着に減ってもう以前よりもやっぱり服が少ない分大切に使わないとすぐダメになっちゃうので、ローテーションもありますし、毎日ちゃんとケアをするようになりました。例えば外から帰ったらコートをブラッシングするとか、あと毛玉がついたらすぐ毛玉取りで取るとか、あとスカートもですね、ペットがいるところとかたりとかして、毛がついたりとか、あと持っているスカートが黒なので、ほこりがつきやすいので、帰ったら必ずローラーやブラッシングをして綺麗な状態で直すっていう風に心がけているので、すごく洋服を大切に扱うようになりました。やっぱりたくさん服があるとその分一着一着にかける時間が少なくなるし、その好きだけど思い出っていうのが少ない服の枚数よりも薄れるような感じがするんですね。なので本当に今持っている服はすごく大切で、本当に愛着があって、それで長く着ようと思っている服たちなので、そこが良かったなと思っています。2番目は朝の服選びの時間が短くなったということです。服が少ない分コーディネートがもう決まっていて、例えばこのトップスなんですけど、このトップスの場合はコーディネート、下のボトムスがジーンズか黒のレギンズ、その2つの選択しかなくって、あとは赤のトップスだったらジーンズかスカートとタイツっていう感じですね。あとロングスカートとタイツとか、もう本当に少なくなって、寒かったらカーディガン羽織るとか、気温によってのコーディネートの仕方の違いだけで頭を使う時間がすごく短くなって、その分ストレスがたまらなくなったなと思っています。なので朝の準備する時間が減るっていうのはすごく大きなことだなと思っています。3番目は少ない服でもおしゃれはできるということです。私の場合ドイツに住んでいるんですけど、ドイツ人はパーティーが好きで、12月はクリスマスのシーズンでものすごくパーティーが多いんですね。私の家族は結構特別な方だと思うんですけど、誕生日もすごくあって、お食事会もあって、12月半ばから1月の半ばにかけて多分10回ぐらいパーティー、お食事会っていうのがあって、もう毎回おしゃれをして出かけるんですけれども、同じ服ばっかり着てるように見られるかな、大丈夫かなってやっぱりね思ったんですけれども、私のドイツ人の義理の母に Do this immer gut aus って言われたんですね。で Do this immer gut aus っていうのはいつも綺麗だね、イケてるねとか、おしゃれだね、いい感じに見えるねって、そういう意味なんですけれども、それを言われた時に私なりに小物で工夫はしてたりしたんですよね。例えば黒のタートルを着る時はスカーフを巻いてみたり、コーディネートの動画でもお伝えしているんですけれども、黒のタートルを着ている時はマフラーをショール代わりに使ったりとか、そういう感じで、あとねジュエリーもゴールドをいつも使っているんですけど、シルバーのジュエリーをつけたりとか、そういう感じで小物でちょっとコーディネートを変えてパーティーとかお食事会とかに行っていました。私のこの動画のテーマは少ないものでおしゃれに生きる暮らすっていうテーマなんですけれども、それが叶ってるかなって思った出
来事でしたね。でやっぱり少ない分すごく頭を使うんですよね。楽しんでね、これはね朝の準備とかじゃないので、楽しんでやってるんですけれども、これ着た時にジュエリーはこうで、子供はこうでってしたらちょっと違う風に見えるかなとか、そういう感じで考える楽しみの時間もなんか服がいっぱいよりもなんか楽しめる、自分が楽しめるっていうのがすごくあるなと思ったので、少ない服でもおしゃれはできるっていうのが3番目です。4番目、これね、私すごい服を減らしていて目標の一つでもあったんですけれども、パッキングが驚くほど早くなったということです。12着に減らすまではやっぱりすごく考えてたんですよ。それも朝起きて試してなんか違う、これ違うみたいな感じでそうやってる時間もすごいあったんですけど、12着に減らしてからそれがパッとなくなりました。この気候だったら、この気温だったら、雨降ってたら、雨降ってなかったらこれでいくっていうのがもう常に頭の中であるので、もうその格好さえすればいいっていうことですごいねパッキング早くなりました。あと物が少ない分にパパパパパって入れて、こういうの決まってるし、下着とか、そういうのだけ、1泊とか2日とかだったらもう下着とかだけ持っていけばいいし、スポーツとかねイベントとかある時は別なんですけど、もうない時はもうチャチャチャって準備ができるのでものすごく良かったです。やっぱりね、旅行に行く時って冬はねそんなに着替えなくてもいいと思うんですけれども、速乾性のある服がすごい便利だなと思って、夏の旅行に行く時はまた夏に紅葉の服装っていうのもいろいろ考えたりして楽しもうかなって思っています。またね、そういう夏はこんな感じで過ごしますっていうコーディネートとか決まったら、それはまた動画に夏頃にしたいなと思っています。5つ目は自然と小物も減らせるようになったということです。例えば私は前々回のお洋服の断捨離動画で出したんですけど、グレーの、父から買ってもらったコートがあったんですけど、それを手放したんですね。そしたらグレーのマフラーとかも手放せたし、小物も手放せてすごくね身軽になったんですね。なので服を減らすとマフラーとかそういうものも自然と減らせるのですごく身軽になります。小物って言っても塵も積もればで結構ね量になるんですよね。なので服を減らしたら自然と小物もそれと一緒に着ていたつけていた小物も減らせるので、本当に身軽になりたい人は服を減らすことはすごくいいと思います。6つ目、妥協をしなくなったです。デザインはいいけど着心地が悪いとか、スタイルはよく見えるけど着心地が悪いとか、自分が頑張って着ているなっていう服とかもあったりして、本当に可愛い見た目はいいけど着心地が悪い、機能性が充実してないみたいな、早く乾かないとかあったかくないとか逆に暑すぎるとか、そういう服があったんですけど、妥協を しなくなったことで自分の体型に合って自分が心地よい洋服を選べるようになったし、一着一着の服に対しての満足度が高くなりました。7つ目は好きな系統、ブランドが分かり買い物をする時間が少なくなったということです。だいたい見るサイトがユニクロ、無印でハリプトゥで、イギリスのブランドでテッドベッカーですね。あとはトミー・ヒルフィが靴が好きなのでそのサイトをよく見ているんですけれども、あとパジャマはテンシャル。でもそれ以外はあんまり見なくなりました。無駄な時間を過ごすことがすごく減ったなと思います。なので服を減らすことによってその服を買ったりとか服に
費やす時間も減るのかなと思っています。8番目、最後になるんですけど、これもね自分にとってすごく大きなことかなと思っていて、服をすぐ買わなくなり節約できるようになったということです。私がまず初めにしたことは、今持っている服をどのようにしておしゃれに着れるかっていうことを考えてコーディネートとかを組んでいきました。以前にも言いましたけど、小物を変えておしゃれにしたりとか、そういう感じですね。私の場合ちょっと特別なんですけれども、ドイツ、海外ねに住んでることもあって、ドイツにもユニクロとか無印があるんですけど、サイズがちょっと微妙に違ったりとか、値段もね 2,3 倍するんですよね。なのでちょっと日本のね値段を知っているとなんか払いづらいっていうか、日本で買ったらこの値段なのにみたいななんかちょっとケチケチ魂がねちょっと湧いてくるのでなかなかねちょっと手が出せない部分も、そういう部分もあって、買いづらいっていう部分もあるんですけれども、今はね日本に帰るまで待とうっていう気になっています。なので次回帰る予定が今年の秋なので、秋までお洋服っていうか無印とかユニクロとかはちょっと買わずにいようかなっていう感じです。ちょっと気づいたことなんですけど、サイトを見てこの服欲しいなっていう服があるんですけど、結構今最近紺色にハマっていて、グレーを昔買っていったんですけど、グレーよりも紺色が好きなんですね。だからちょっとサイト見てすごく可愛いデザインとかでも欲しい色がなかったらちょっと待とうかな、出るまで待とうかな、見つかるまで待とうかなっていう気になっていて、だからそうすると物欲もねちょっと減って節約にもなっているかなと思います。あとは私は毎シーズン変えるっていう考えがあまりしっくりきてないんですよね。毎シーズンそんなに変えなくてもいいじゃん、もったいないっていうのもあるんだけど、環境にもねやっぱり服を長く着ることの方が優しいので、例えば、下着も3年ぐらいは着ようかなと思ってね、ブラトップとかちょっと毎日着て消耗するのでもやっぱり3年は持たせようっていう感じで思っているので、これからはそういう消耗品と言われる下着とかブラトップとか、キャミソールとかね、そういうのはだいたい3年から5年を目安に買い替えようかなと思っています。今回はミニマリスト流服を減らして気づいた8つの良いことというテーマでお送りしてきました。こういうハウトゥーみたいな動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。これからも少ないものでおしゃれに暮らすっていうことを追求していこうかなと思うので、動画を見ていただけると嬉しいです。あとすごくねいいねとかコメントも本当に励みになるので、よかったら書きたいことがあったらコメントを書いてくれると嬉しいです。それではバイバイ。Without a